1866年、江戸幕府は2度目の長州征討を行います。第二次長州征討です。司教戦争とも呼ばれるこの戦いで長州藩は奮戦。この戦いをきっかけに江戸幕府は滅亡へと向かっていくのでした。はいどうも皆さんこんにちは。今回は第二次長州征討についてお話ししていきます。第一次長州征討についてはすでに動画を出しているので、詳しくはそちらを見てもらうとして、今回の動画では簡単に第一次長州征討を振り返るところから始めていきましょう。以前お話しした動画では、第一次長州征討の際に長州藩がボロボロになってしまい、幕府に降伏したというお話をしましたね。しかしその後、高杉晋作によって長州藩の反論はひっくり返り、長州藩は倒幕へと舵を切りました。この頃に結ばれたのが前回お話しした薩長同盟です。薩摩藩が裏で長州藩に協力することを約束したこの同盟により、幕末の政局は大きく動いていきます。さて、このような状況で対する幕府は朝廷と手を結ぶことに成功していました。開国に反対していた孔明天皇を一橋慶喜が説得し、条約の直帰を得ることに成功したのです。しかしこれには強い反発が起こります。一般の人たちから見ると、一橋慶喜が嫌がる孔明天皇から無理やり直居を勝ち取った、そのように見えたのです。京都にいた薩摩藩の大久保利通は、道理に合わない勅命は勅命ではないと言って勅命を無視する方針を西郷隆盛に伝達。西郷は久光の支持を仰ぐために薩摩へと向かいました。さて、状況をまとめましょう。薩摩と長州は手を組んで幕府に対抗していきますが、幕府は朝廷と手を組んで長州を討伐しようとしています。ではこの時、周りの人や藩はどのように考えていたのでしょう。結論から言うと、多くの人は長州の味方でした。第一次長州征討で長州の処分はすでに終わった、幕府はおかしい、長州がかわいそうだと考える人が多かったのです。しかしそうは言っても幕府の命令があれば逆らえません。こうして幕府の軍勢は、長州とは戦いたくない、早く家に帰りたいと考えている人がたくさんの寄せ集めの軍隊となっていきます。しまいには幕府に無断で解散する人も出てくる始末で、第二次長州征討は開始前からグダグダでした。しかし幕府は引き下がれません。天皇から長州を倒せと命令されたこの段階で引き下がるなんてことは幕府には到底不可能でした。こうして幕府は長州藩に対して最後通牒を突きつけます。幕府としてはこの前みたいに長州は降参するだろう、そう考えていました。しかし長州藩は徹底抗戦を決めています。最後通牒に返事を出さず、だらだらと時間稼ぎを行って、その間にも長州藩は軍備を拡張。反対に幕府軍は時間が空いたことでさらに士気を失っていきます。つまり時間稼ぎは長州藩にとって一石二鳥の作戦でした。結局長州藩は返信期限まで返事をすることはなく、幕府は散々待たされた挙句に開戦。こうして始まったのが第二次長州征討です。まず最初に長州藩が行ったことは下関の封鎖でした。下関といえば交通の要衝、たくさんの物資が運ばれる場所だったのです。つまり下関を封鎖してしまえば、この先の流通は途絶え、大阪に米が入りづらくなるのです。要するに幕府に対する兵糧攻めでした。これによって長州藩には米がたくさん蓄えられ、幕府軍には米が行き渡らないという状況が作られた上に、大阪では米の価格が高騰。起こった民衆が一揆や打ち壊しを発生させ、幕府はそちらの対応もしなければならなくなりました。つまり長州征討に全力で取り組めなくなるのです。そんな長州征討ですが、戦いは長州藩の4つの国境で行われました。大島口、芸州口、関州口、小倉口です。一説によると、向かってくる幕府軍は10万、対する長州軍は4000です。数の上では約25倍、明らかに長州軍が劣勢です。しかしこの頃の長州にはある人物がいました。大村益次郎、当時の日本でトップレベルの頭脳を持った人物です。彼の訓練によって長州藩は徹底的に鍛え上げられており、最新の西洋式兵学を導入していました。それに加えて薩摩藩名義で購入した最新のライフル銃です。薩
最新の兵学と最新の銃、その2つを生かした作戦を取っていき、25倍の兵力差をカバーしていきます。まず戦いが始まったのは瀬戸内海の大島でした。最初は幕府軍が民家に放火するなど幕府軍の優勢で戦局は進んでいたのですが、長州藩の一斉攻撃によって流れは変わり、幕府軍は大島口から敗走していきます。大村益次郎の戦略は確かなもので、数で勝る幕府軍を圧倒。背水の陣を敷く長州藩の士気はものすごく高く、やる気のない幕府軍を各地で撃破していきました。これ以降の幕府軍は長州領内に侵入することもできずに各地で惨敗。長州藩は圧倒的勝利を収めていきます。大島口で戦った高杉晋作はその後小倉口へと向かい、騎兵隊などの精鋭を指揮して戦っていきます。幕府軍の本拠地小倉には約2万の軍勢が集結していました。しかし彼らは寄せ集め、ここでも士気が上がらずに戦いに対して消極的です。そんな状況で幕府軍は海を渡ろうとしたのですが、これを長州海軍が攻撃。逆に長州藩が海を渡って九州に上陸して幕府軍を打ち破っていきます。しかし幕府軍もやられっぱなしではありません。小倉城下の外れにある赤坂の砲台、ここを死守する肥後藩の激しい反撃を受け、長州軍は苦戦を強いられていきました。しかしこれまでの情勢を吹き飛ばすような大変な出来事が起きました。徳川家茂が急死したのです。こうなると幕府軍はガタガタです。一つの藩である長州藩に幕府は負けたどころか、第14代将軍徳川家茂は大阪城で死去。突然の将軍の死に幕府軍の本営だった大阪城は完全に沈黙してしまいます。長州を相手取った戦争中なのに、大阪城内部には誰一人として声を発する人はおらず、老中たちは涙を流すのみでした。小倉にいた幕府軍は解散し、諸藩の軍勢もそれぞれ帰国。戦いの舞台になった小倉藩は取り残されて孤立してしまいます。こうなるとどうしようもありません。小倉藩は自ら小倉城に火を放ち退却。第二次長州征討は長州藩の完勝に終わるのです。長州藩が小倉城を落とした。この知らせを聞いた一橋慶喜は大きな精神的ダメージを受けました。勝てると思っていた戦に各地で敗北するだけでなく、大阪や兵庫では打ち壊しが発生。おまけに将軍が死んでしまったのです。もはや戦いは続けられない。そう考えた慶喜は休戦工作に取り掛かります。将軍が死んだことを理由に猛を発して長州征討を停止したのです。こうして第二次長州征討は終わり、和睦交渉が始まっていきます。しかし会津藩や桑名藩は和睦に反対。ここで戦いをやめれば幕府のメンツが立たない。それこそ幕府は終わりだ。そう考えていました。しかしその反対を押し切って一橋慶喜は長州藩と和睦。長州藩の事実上の勝利として第二次長州征討は幕を下ろします。たった一つの外様の藩に幕府は敗北してしまったのです。この戦いにより幕府の権威は急速に失墜してしまいました。さてここで問題になるのは、次の将軍は誰かという話です。とはいえもはや適任者は一人しかいません。一橋慶喜です。こうして徳川宗家を相続することになった慶喜は周囲の支持を十分に高めた上で将軍に就任。これが江戸幕府最後の将軍徳川慶喜です。さていかがだったでしょうか。慶喜が将軍に就任して政治情勢は新しい段階に進んでいきます。イギリスの支援を受けた薩長とフランスの支援を受けた幕府、その両者が競い合っていくことになるのです。ということで次の動画では大政奉還についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。